こんにちは、作曲家の夏見るいです。家での仕事で就業時間が決まっていないフリーランスなんかだったりすると、デスク前でなんかやってる風のポーズは撮ってるんですけど、実際あんまり進んでないっていうことありますよね。私は締め切り前になると、私にこんな力がみたいな感じで無双モードになるんですけど、基本的に意志激弱人間だったので、スマホをお部屋に持ち込まなければ大丈夫みたいな動画とか見ても、結局4日目ぐらいからスマホ持ち込んじゃいますし、スマホを遠ざける意思がまずないんですよね。意思貧弱な人向けの私が実践して効果があった5つを紹介していきたいと思います。集中というアプリを使う。私が本当に好んで使ってます。無料アプリでこんな感じで今からどれぐらい集中するか決めてタップします。長くない方が1日の始まりとかはいいと思います。10分とか。タップするとタイマーが起動して時間になると10分できたよって教えてくれる簡単なアプリです。トイレとか行きたくなったら一時停止できるし、やめなきゃいけなくなったら終了もできます。じゃあ終わったことにしましょう。そうすると今回の作業中の集中度合いを選択する画面が出てきます。永遠のようだったとかで、休憩の時間もタイマー設定できます。それがいらなければ終了を押すと、今日の作業時間合計とそのうち集中できていたのは何時間かとかグラフで分かります。1週間で表示もできるので、日曜は集中できない傾向にあるなとか自分の癖も分かって、じゃあ日曜の昼間は効率悪いからいっそ遊ぶって決めちゃおうとか、自分に合わせて計画が立てられます。このアプリのいいところは、何か気になる雑念が脳内で発生してアプリを開いてしまってもタイマー画面になってると思うんで、ああしまった、続けてなきゃいけない時間だったって気づけるっていうことと、その開いた時に残り10分だったりすると、あと10分頑張ってから Amazon 見ようかなみたいな感じになるところです。あとタイマーが終わった時になんか偉いぞみたいな褒めてくれるコメントみたいなのが流れます。無料だし簡単だし記録できるのでおすすめです。ブロックサイトを使う。ブロックサイトってなんだって感じだと思うんですけど、 PC 作業の人だと自分が集中してない時に見がちなサイトってなんとなく把握してますよね。例えば YouTube とかオープンレックとか Amazon プライムとか通販とか、それを強制的に見れなくするツールです。ブロックサイトっていうのをインストールすると、例えばオープンレックを見れなくしたいと思ったら、オープンレックに飛んでこのアイコンをクリックすると、ブロックしますかって出てくるんで、ブロックすると。そうすると次飛んだ時、おばあちゃんにとんでもないって言われますこれで見る気がそがれるので抑止力になります。もちろん仕事が終わったら解除できます。作業を生放送する。これは一番効くかもしれないです。作業用の配信で人気が出たいからやるわけじゃないので、手だけ映すとかでもいいし、作業画面を映さなくてもいいし、顔出しもしなくてもいいと思います。でも他人の存在感を若干感じる環境だと結構集中してできます。おすすめなのは40スタジオってやつです。こういうの今言ったような目的で使ってるクリエイターがすごく多いので、気兼ねなく配信できます。あとこれもスマホから配信できるので、物理的にスマホを使えなくなるっていう意味でもいいと思います。タイマープラスルーレットアプリ。これは病的に集中力が続かない日とか、梅雨の細菌とか頭痛いとか、持って20分だわみたいな日によく使う方法です。使うのは物理的なタイマーとルーレットっていうアプリです。アプリ名がルーレットです。めちゃくちゃそのまんま。タイマーは私がデスク周りを紹介した時に出てきたタニタのタイマーを使ってます。ルーレットにその日のやるべきことなんかを自分で入力して、全部タスクだとゲーム性がなくて頑張れないので、休憩とフィジカルトレも入れておきますね。フィジカルトレっていうのはバーピーみたいな 1,2 分でやる筋トレみたいなやつです。で回して出たものをタイマーで設定して、脳死でこれをひたすらコンコンとやるっていうルールです。ポイントですが、ルーレットなので3回同じやつが出ることもあるんですよ。なのでその作業時間を1時間とかに設定しちゃうと、3回出たら3時間じゃないですか。3時間も頑張れたらこんなことやってないじゃないですかなので頭のリソースを使う作業ほど設定時間は短くしておくことをおすすめします。筋トレ2回出たらしんどいし、休憩2回連続出たらちょっと嬉しいみたいな、ゲーム性を持たせることでなんとかかんとか頑張るっていうルールです。その日やる娯楽もタスクのように書いておく。これは何かというとですね、私はずっと家で作業してるので、ずっとやってるとなんか私だけここ陸の孤島にいて、みんなは外ですっごい楽しいイベントとか楽しんでるんじゃないかっていう気持ちになってきて不安なんですよ。だからツイッターとか見て、
みんなこんなことしてるんだみたいな確認作業をしちゃうような気がしてたんです。なのでそういうことを確認する時間もタスクみたいな感じで確保していると不安が軽減される気がします。4時になったら休憩とセールになってる機材のチェックとツイッターもちょっと見ようとか、あらかじめそういう時間もちゃんと確保されてるぞって自分で確認することで自分を安心させようっていう算段です。以上、私がやってる集中するためのデスクワーク術5選でした。ここまで見てくださりありがとうございました。いや多分みんなが思ってる以上にこいつ集中するために必死だなっていう感じだったと思うんですけど、小学生の時からコツコツやることができなかったような人は大人になったら工夫するしかもうないですよね。でも集中できない人って世の中で溢れ返ってるっぽくて、緑を置くとか光を入れるとかいろんな方法出てきたんですけど、私がやって一番効果があった5つを今回紹介しました。こんなのも良かったよみたいなやつとか、今回紹介した中で使ってみて良かったっていう報告とかコメント欄でお待ちしていますのでよろしくお願いします。今日は全然音楽じゃなかったんですけど、このチャンネルでは音楽好きがゆるく楽しんでいける動画を普段発信しているので、よかったらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。ではまたね。